はい、どうも上川 TV のゴットです。本日はこの CRG 無限 RG を購入検討されている方に向けて、主に外観と中身、この2つに分けて話していこうと思います。はい、この無限 RG を購入検討されている方は必見の動画になります。もしこの動画が後から見返したいというふうに思ったら、今出ているところの保存ボタンを押すのがおすすめですよ。ということで今回は主に外観部分について話していこうと思います。それでは行きましょう。はい、それではフロントチェック。まずフロント部分でチェックするところはこちら。はい、まずはこのカーボングリルカバーですね。ここがめっちゃクリア剥げします。僕も買った時からもうここの部分がですねクリア剥げして、だんだん広がってもすごいことになったんですよね。なのでまずフロントバンパーのここのカーボンのところ見てください。絶対にクリア剥げしますので、ここがクリアを剥げていないかということを確認するのがポイントです。そしてもう一つ、ここのエンブレムです。 CRG 無限 RG 限定のエンブレムなんですけど、こちらもクリア剥げがしやすいです。クリア剥げっていうより剥がれですね。剥がれをめちゃくちゃしますので、ここの部分のチェックもした方がいいかと思います。そして極めつきは見てください。こう映してるだけでもこの車高の低さですよね。なのでめちゃくちゃ下するんですよ。本当にめちゃくちゃ下するんですよ。ちょっとね見てみると、ほらもう分かります？めっちゃね僕下すってるんですよね。めちゃくちゃ下するんですよ。ここの部分なんてもうめっちゃすってますからね。これ見えますかね。めっちゃすってるんですよ。ここの部分なんですけど、可変式フロント可変式なんですよね。こう前後に動くタイプなんですけど、ここが中古車の場合はここが取れてなくなっていることがすごい多いんですよね。なんでここがしっかりとついているのかどうかっていうところを確認した方がいいかと思います。よく取れてなくなっている車結構見かけますんで、中古車見てますとここは絶対取れてないかっていうことを確認した方がいいですね。もし取れてたらそもそも部品があるかどうかもわからないので、もうこの無限 RG もパーツがもうほぼなくて、なんでもうそもそもあるかどうかっていうこともわからないので、もう中古車選ぶときはもうここがしっかりとあるかどうかっていうこともね確認した方がいいと思います。これがあるとないと、じゃあこのフロントにおける無限 RG の印象がめちゃくちゃ変わりますので、ここがあるかないかは絶対に見た方がいいかと思います。ちなみにこちら前ぶつけたとこですよね。これ結局 DIY で直してもう完成してるんですけど、まだ見せられないよということでちょっと貼っておりますが、すいませんという感じです。フロントで主に見るところはこんな感じですかね。あとはここめっちゃ隙間空いてますよね。あっちここめっちゃ隙間空いてますよね。これはこういう仕様みたいですね。なんでどの CRG もここのところは隙間空いてしまうんですけど、めっちゃね隙間がでかいとかそういうのはないんで、気になるとこはないですね。外観を見てみてもこう後ろに下がって見てみたとしても全然ヘッドライトの隙間とか全然気にならないですよね。なんでこれはこういう仕様みたいなんで気にしなくてもいいかと思います。あとは僕晴天駐車なんですけど、ダイヤモンド買った時にダイヤモンドコーティング名前忘れてしまったんですけど、キーパーさんのコーティングの方をしました。コーティングの方をして、なおかつ最近ですと G ガードの固形ワックス使ってコーティングしっかりしてるんですけど、
コーティングしててもちょっとこの CRG 無限 RG は色あせがちょっとしやすいのかな。僕の無限 RG はこのボンネットのところがちょっと色あせしてる感じですね。動画ではあんま分かんないんですけど色あせしてるので、ここもちゃんと見た方がいいですね。チェックポイントとしてはフロントでチェックするポイントはこちらでございますね。はい、あとはヘッドライトの黄ばみなんですけど、僕3ヶ月ぐらい前に8000いくらで、1年耐久のやつをプロにお願いしたんですけど、もうちょっと黄ばみ始めてるんで、なかなかねヘッドライトをきれいに振るって難しいなと思いますね。なんで中にはですね、このヘッドライトを後期型ファイナルレーベルのヘッドライトに変えてカスタムしている方もいらっしゃいます。続いてサイド。はい、続いてサイドで見る箇所はホイールですよね。ホイールのところのガリ傷がないかとかいうことですよね。そこまでガリ傷が多い車、中古車はあんま見かけたことないんで大丈夫かと思いますが、そういうところですね。無限 RG 限定のこのホイールなんで、このホイールはマジでかっこいいんでこのホイールがついてるかどうかはしっかり見た方がいいですね。そしてブレーキパッドのフロントのところ、これは多分まだ在庫あると思うんで大丈夫だと思うんですけど、フロントのバットとスリフトブレーキローターがしっかり入ってるか、おそらく入ってるっちゃ入ってますけどね。あとはフロントの5段階の無限の赤色のサスペンションですよねぐらいかな。あと外観で見るところ、ここはついてて当たり前みたいなもんですからね、もう見なくてもいいと思います。あとはここ、サイドスポイラーなんですけど、サイドスポイラーで見る箇所といえばこちらですね。ここほら分かりますかね。割れてるんですよね。ここがめちゃくちゃ割れやすいです。かといって割れているものはやめた方がいいかといったら別にやめなくてもいいと思います。もう僕6年間乗ってますけど、ここまで今割れてるんですけど、こっから割れが広がったりとかは今のところないです。たとえ多分ねここの辺りまで割れたとしてもしっかりついてるんで、もう落ちてくることはないだろうなというふうには思っております。なんでしっかりとここが割れているかどうかっていうこともね、確認するポイントとしてはあるんじゃないかなと個人的には思います。サイドはね特に見るところっていうのはあまりないですね。ホイールのガリ傷とかぐらいですかね。これは普通の一般の車もそうだと思うので、サイドはこんな感じです。うわ、めっちゃ肝心なこと忘れてたんですけど、ここわかります？ここですよ。まさにドア開ける時のこの硬さは見た方がいいと思います。硬いかどうかっていうところですよね。もう CRG の持病みたいなもので、これはめちゃくちゃ割れて中のやつが割れちゃってもあかんくなるんですよね。僕去年の夏にあかんくなりました。運転席それで変えてるんで僕のは大丈夫です。運転席なんでこの硬さです。開けた時の硬さは確認した方がいいかと思います。これ持病です。もうどうしようもない。続いてリア。まずリアで絶対にチェックするべきところはカーボンリアウィングです。カーボンリアウィングもフロントと同様にめちゃくちゃ白ぼけしやすいです。で僕もね変えてます。僕も再塗装して今綺麗な状態なんですけど、もうこのリアウィング20万以上するんですよ。だからしっかりとカーボンリアウィングがしっかりついてるか、基本ついてるとは思うんですけど、もしかして外してね結構高く売れるんで転売してる方もいらっしゃるとは思うので、しっかりとカーボンリアウィングがついているのかどうか、これも専用設計の
リアウィングで、なおかつ白ぼけしやすいので、ここの部分がしっかりと綺麗になっているかどうかっていうことですよね。ちなみにここのこれ僕変えました。変える時にかかったのも8万以上かかりましたんで、しっかりとやっぱね、このフロントのところクリアハゲしてないかっていうことを確認した方がいいと思います。変えるのもね、専用部品が多くて結構高いんですよね、何もかもが。だからしっかりとそういうところはチェックした方がいいですね。僕の無限 RD はめっちゃ綺麗ですなんでかって言ったら直してるからで、フロントのところを変えた動画の方撮ってるんですけど、その時に NSX かな NSX が展示されていて、フロントのグリルを変えた動画撮っとる場合じゃないわと思っても NSX 撮りましたんで、その動画はボツになりましたすいません。あとちなみに僕がなんか無限 RG 生まれ変わりましたっていう、無限 RG が生まれ変わりますっていう動画を出して皆さんにお披露目しようと思いますっていう動画を出したんですけど、ちなみに変えたとここれですね。ここと、あとはフロントのところですよね。あとはエアクリーナー変えたりとかいろいろしてるんですけど、その動画はね単なる自己満足だと思うんでちょっと出すのやめましたね。もし知りたい方いたらコメントで教えてください。その動画も見たいという方いたらコメントでぜひ教えてください。はい、すいません、話が取れてしまいましたが、無限 RG の中古で、チェックすべきところ、ここリアウィング、ここは絶対チェックした方がいい。もうここはもう外したらダメぐらいかな。あとはリアのところですよね。リアのところの、割れがないか。これもここの部分も、専用の設計になるんですけど、この専用設計のリアのリシューダーかがしっかりとついているかどうか、そして割れがないかということ、そしてなおかつこう専用設計の無限 RG のマフラーがついているかということです。おおむねないとは思うんです。ここのリアのところですよね。はい、失礼いたしました。 GoPro が落ちましたね。おおむねないと思うんですけど、リアホグですよね。これがしっかりとつくかどうかもですね、確認した方がいいかと思います。確認の仕方としては、ここ今大きいオフになってると思うんですけど、1個前にしていただいて、この右下にあるこのホグボタンをですね押していただくとつきますので、しっかりと点灯するかどうかということも確認した方がいいかと思います。そして、こちらも前と同様に、無限 RG 限定のロゴがついてるんですけど、これもちょっと剥がれてしまったりするので、ここの剥がれがないかということも確認が必要です。はい、続いて内装でチェックするところなんですけど、内装はね特にチェックするポイントは少ないかなっていうところではあります。主にチェックするところっていうのはここのところですよね。CRG の結構汚れちゃってね、傷がついてるんで、傷の状態とかをですねチェックしていただく感じですね。あとは僕のところはプロテクションフィルムが貼ってあるんで大丈夫だと思うんですけど、よく乗り込む時にここがね当たってしまいますので、ここの部分の、汚れとかがないかということ。あとはシートですよね。シートのここめちゃくちゃ擦れます。めっちゃ擦れます。僕はね体重が軽いし細いしんでそんな劣化はあんまないんですけど、しっかりとここが擦れていないかということをですねチェックした方がいいかと思います。めっちゃ擦れますので、あとは中に行っていただいて、またや
困ったな。困った。GoPro 冷やしますわ。GoPro 冷やしはい、失礼いたしました。はい、続いて内装でチェックすべきところはここのスポーツペダル、よれがないかとかね、そういうところを確認した方がいいと思います。よれというより、汚れとかね、破損とかないかとか、そういう感じで、主に気になるところ、汚れとかかな、大丈夫かっていうことですよね。あとはステアリングもね、中にはもげもげに、なっているステアリング結構見かけますんで、ステアリングがもげていないかということもね、確認した方が良いかと思います。あとはしっかりと車内に入って匂いがしないか、タバコを吸われている方が乗っていたのか、どういう方が乗っていたのかっていうことも確認した方がいいかと思います。内装でチェックすべきところはこんな感じですね。あとは中身についてはこれからですね、話していきますので、お楽しみにお待ちください。はい、まず前半戦ここで終わろうと思います。このチャンネルではですね、 CRG に関してのことはもちろんですが、マニュアル車の運転の楽しさも発信しておりまして、だいたい半分ずつかな、半分ずつぐらいに分けて、だいたい半分ずつでマニュアル車の運転の楽しみ方って言って、ヒール&トゥーとかをいろいろやっている動画と、車載動画と、あとは新型車のね紹介であったりとか、CRG の紹介であったりとか、あとはDIY でいろいろチャレンジしている動画ですよね。そういう動画を発信している感じですので、もしこのチャンネル良いなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。忘れてた。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。